はい、では今日はですね、手裏剣の簡単な打ち方、これをご説明させていただきたいと思います。で、手裏剣なんですけれども、打ち方って一言で言いましても、手裏剣の長さであったりとか、それから形状、これ先が細くなってお尻の方もちょっと狭くなってます、細くなってます。こういった板状のもの、こういった形状によっても手裏剣の持ち方、打ち方変わってきます。なのでこのやり方が正解っていうのは実はあまりないと思います。なので私が紹介するやり方もあくまでこんなやり方あるんだなっていう一つの選択として聞いていただければ嬉しいと思います。で、今日使うのは箸、これ割り箸、竹箸です。ちょっと軽いので人によっては100均とかで売ってるお箸、普通のお箸ですね、ああいった重さがあるものの方が使いやすいかもしれないです。ちょっといろいろ試してみると面白いと思います。これ普通の割り箸、竹箸です。こういったものと段ボール、これを的にして練習していきたいと思います。これね、分かりますかね。すごくね、いい段ボールがあったんで、これを使ってやっていきたいと思います。で、こういったものを行うときに一番大事なことなんですけれども、周りを必ず囲うなり、あとは飛んでいく先に誰もいない、何もいない、そういった安全対策必ずとってやってください。小さいお子さんとか、それからワンちゃん猫ちゃんいるご家庭、特に気をつけてください。怪我をした、怪我をさせてしまった、そういったことがないように配慮してこういう練習っていうのはしていっていただきたいなと思います。で、最初ちょっと座ってやっていきますので、高さ合わせてください。最初のうちは少し低めの方がもしかしたらやりやすいかもしれないです。高さも自分の好みに合わせて調整してみてください。はい、では手裏剣の持ち方なんですけれども、中指に添える人と、それから中指と人差し指に添える人、それぞれいます。これどちらも正解なので、こっちをやってくれなんての特にないんですけれども、中指に添える場合には人差し指と薬指、これを少し出してあげます。そうするとちょうどくぼみができます。このくぼみに手裏剣を置いてあげる形ですね。で、親指で軽く押さえます。軽く押さえます。この持ち方が一つ。もう一つは中指と薬指の間、ここですね。ここに添える打ち方、持ち方、これがあります。これちょっと試してみてやりやすい方でいいです。こっちがいいとか特にないので、好きな方選んでください。もちろんね、他の持ち方でこっちの方が使いやすいよなんていうのがあれば、そっちで試しても構わないです。で、だいたいお尻はこの手の真ん中ですね。手の真ん中あたりに置いてください。で、あとは距離によってとか自分の使いやすいようにちょっとずつ持ち方を工夫して、長いものだと当然こう持ってしまうとちょっと持ちにくいのでね、ちょっと深めに持ったりとか、この辺は感覚によるところがちょっと大きいです。なので最初は手のひらの真ん中ぐらいにお尻が来るようにして持ってあげると使いやすいんじゃないかなと思います。あとはそこから自分で微調整してみてください。で、先ほどの中指を添える打ち方、中指と人差し指を添える打ち方、持ち方、どちらでもいいです。持っていただきましたら手首軽く曲げます。頭の上に持ってきます。
なるべくまっすぐ。そして手を落とす。この時にスナップ、手首の動き、これをあまり使わないようにしてください。あまり使わないように。なぜかと言いますと、今からご紹介する打ち方は直打法、直打法と言いまして、手裏剣の刺さるところ、切っ先、これが90度回転をして目標に刺さる、こういった打ち方をご紹介します。余談なんですけど、もう一つは半回転打法、反転打法って言いまして、刺さる方を下向きに持って180度プラス90度、合計で270度回転をする半回転打法、反転打法なんていうのがあります。これはナイフとかでもよく使うテクニックなんですけれども、こちらはちょっと一旦置いておいて、まずは直打法、この90度倒れる打ち方で、逆に言えば90度しか倒してはいけないので、手首を使ってしまうと余計な回転を生むことになってしまいます。なので手首をなるべく使わないように少しロックしてあげてください。って言ってもね、人間どうしても物を投げるっていう動作だと自然に手首は使ってしまいます。自然に使う分にはいいです。ただ過剰に手首だけを使いすぎると余計な回転を生んでしまい、余計な回転がかかると刺さらない原因になってしまいますので、手首はなるべくロックしてあげてください。そして何より大事なのは指先の力、なるべく抜いてあげてください。そして落としきる。その時に指先から自然と手裏剣が抜けていくように、すっぽ抜けていくように打っていただくと非常に刺さりが良くなります。自分で刺してやるぞと思って力を入れるのではなく、なるべく自然にすっぽ抜けるようにして打ってみてください。ちなみに手裏剣打つって言います。投げるじゃなくて打つ、これは剣術の方から来てるって言いますけれども、手裏剣も剣の一種っていう人がいます。なるべく手からすっぽ抜けていくように、自然にこうすり抜けていくように、指の間をすり抜けていくように手裏剣を打ってみてください。ではちょっと打ってみます。座り方は立ち膝でもいいです。右足立てても左足立ててもどちらでもいいです。先々立って打っていただきます。座った打ち方で打てるようになれば立っても自在に刺さるようになりますので、最初むしろこっちの方が難易度高いかな。で、この的の高さなんですけれども、これもちょっと低い方がもしかしたらやりやすい人もいるかと思います。最初ちょっと低いところでやってみて、慣れてきたら目標を上げていくでも構わないです。いろいろ試してみてください。で、私は左足立った方がやりやすいので左足立てます。で、先ほども言ったように手首を曲げます。頭の上に持ってきます。で、なるべく力を入れずに自然にすっぽ抜けるように打っていきます。このように投げ損なうと跳ね返ってしまいます。ですので周りの安全、くどいようですけれども十分に配慮してやってみてください。物を投げるって意外と大きな力が働きます。で、手裏剣、これ余談なんですけれども、慣れてくると分かるんですけれど、こういう実際の手裏剣投げるようになるとなんですけれど、逆手で持って力強く
投げても、ごめんなさいね、力強く刺しても2センチちょっとぐらいしか刺さらないです。でもある程度の距離から投げると実は逆手に持って打ちつけるよりもはるかによく刺さるんです。物を投げるってそれぐらい大きな力が働いているので、本当に跳ね返りは十分気をつけてやってみてください。でね、ちょっとこういろいろ話しすぎてしまうので、もう一度ポイントだけ言います。手の真ん中に置いて中指もしくは中指と人差し指の間に手裏剣を持ってきます。親指を軽く添える。手首を曲げる。上に上げて落としきる。自分で投げるのではなく、手裏剣が自然にすっぽ抜けていくように優しく持ってください。余分な力が入ると刺さらない原因になってしまいます。先ほどから言っているように手裏剣って剣です。なので剣術とかやってる方だと分かりやすいんですけれども、自分が思ったところよりも後から力入れるっていうのかな。例えば野球のピッチングでもそうですし、それからテニス、ゴルフなんかもそうですけれども、フォロースルーになるに従って大きな力を入れるのではなく、剣術の本当に切ってしまう切り込みのように出だしから最高速、そして下まで手を落とす方が手裏剣をよく刺さります。手裏剣は何度も言いますが剣です。剣の一種っていう人がいます。なので刀と同じように扱ってあげるとよく刺さるので、あんまりこう現代的な体の使い方決して悪くないんですけれども、剣術のように最初から出だしから最高速で手を下まで落としきってしまう方が意外とよく刺さったりします。好きな方でいいです。好きな方の足を立てる、立ち膝でも構いません。手首軽く曲げます。頭の上に持ってきて、ここからなるべくすっぽ抜けるようなぐらい柔らかく持って打ってみてください。何度も言いますけれども、周りの安全、これは必ず十分に配慮してやってください。怪我しないように、怪我をさせないように注意をしてやってみてください。あと何より大事なのは楽しむこと。刺さったなっていうのを十分に楽しんで練習してみてください。そうすると意外と上達早いと思います。はい、ということでですね、安全に配慮して楽しみながら練習してみてください。手裏剣ね、刺さり出すと本当に楽しいです。なのでぜひこういった練習してみてください。で、今日はここまでにします。ありがとうございます。